離婚全体に占める熟年離婚の割合は上昇している一方、65歳以上の一人暮らし女性の4割以上が相対的貧困の状態にある。熟年離婚を考えている女性は、老後のためにどんなお金の備えをしたらいいのか。ファイナンシャルプランナーは働く時間を増やしたり支出の見直しをしたりすることで資金をひねり出し、CNIS への積み立て投資など活用するといいという。お一人様老後のための資金作り、一生連れ添えると思って結婚したはずの相手と、様々な理由で離婚を考えるようになることはあり得ることです。100年と言われる長い人生を悔やんで終わらないためにも、仕切り直しを考えても良いのではないでしょうか。とはいえ、生活していくにはお金の裏付けが不可欠。貧困に陥らないためにも計画的な資金準備や役立つ情報収集が必要です。今回は離婚後の生活設計に関わるお一人様老後に向けての CNISA 活用法を解説していきますので、老後資金作りの考え方の参考にしてください。熟年離婚の割合は増えている。ご近所の誰々さんが離婚するらしいとか、友人の娘さんが離婚して帰ってきたようだとか、離婚にまつわる話題が会話に上ることは少なくないでしょう。厚生労働省が2022年に公表した離婚に関する統計によると、1964年からほぼ右肩上がりで増えていた離婚件数ですが、2002年をピークに減少傾向にあり、2020年は約19万3000組となっています。ところが、長く連れ添った夫婦の離婚は増えており、離婚全体のうち同居期間が20年以上のいわゆる熟年離婚の割合は1980年に7% だったのが2020年には 21.5% と約5分の1を占めています。2020年に離婚した夫婦のうち6108組は同居期間が35年以上。熟年離婚はこれからも増えるのかもしれません。お一人様高齢女性の4割が貧困。お一人様高齢女性は経済的に厳しいのが現状です。厚生労働省の国民生活基礎調査結果2022年をもとに都立大の阿部彩教授が集計した結果によると、65歳以上の一人暮らし女性の相対的貧困率は 44.1% と半数近くが貧困状態です。また、既婚の高齢女性の貧困率は 13.5% なのに対し、未婚 43.1%、離別 43.6%、死別 32.0% と、お一人様の貧困リスクは高い傾向にあります。65歳以上の単身世帯の女性がもらっている公的年金の平均額は148万5000円となっていますが、30% の人が100万円未満です。厚生労働省年金制度基礎調査2022年より計算。世代的に専業主婦だった人が多いことや、働いていた人も女性の給料は男性より格段に低かったことが、自身の年金額が少ない要因です。熟年離婚を決意している方は、まだ年金受給年齢になるまでに時間がありますから、こういった現状を知った上で老後資金準備に取り組んでいきましょう。離婚した場合の年金はどうなるか、公的年金制度にも関心を持っておくことが大切です。公的年金は2階建てになっており、加入者全員がもらえる基礎部分国民年金と、会社員や公務員など、給料で働く厚生年金加入者がもらえる厚生年金部分報酬比例部分に大きく分けられます。自営業者やフリーランスなどは基礎部分だけに加入する第1号被保険者、厚生年金加入者は第2号被保険者、要件を満たした厚生年金加入者の配偶者は第3号被保険者という形で、国民年金の加入者となっています。現在は、共働き世帯の割合の方が専業主婦世帯より高くなっていますが、フルタイム勤務より働く時間を調整しながら第3号被保険者として働く人が多いのが実情です。第3号の期間が長い女性や、夫が第1号被保険者の妻が離婚した場合、自身の公的年金は基礎部分しかないことに留意すべきでしょう。ただし、産後分割という制度があり、2008年4月1日以降の婚姻期間中の第3号被保険者期間については、相手方の厚生年金記録厚生年金額の計算の元となる標準報酬月額、標準賞与額を2分の1ずつ分割することができます。例えば、離婚時に2008年4月1日以降の婚姻期間が15年、その間の第3号被保険者期間が10年あったというケースの場合、その10年間については夫の厚生年金記録の半分を妻の年金記録として移し替えることができ、妻の将来の年金額が基礎年金にプラスして増えるということです。たまに夫の年金の半分がもらえると誤解している方がいますが、そんなに多くはありません。とはいえ、婚姻期間中の分だけであっても、別れた夫の厚生年金記録の半分がもらえるというのは老後の助けになるはずです。2年以内に分割請求を注意したいのは、
離婚した日の翌日から2年以内に分割請求しないと分割してもらえないこと、夫の合意は必要ないので、妻が年金事務所に必要書類を提出すれば OK です。なお、離婚時の年金分割には合意分割もあります。2008年3月以前の婚姻期間中にも第3号被保険者の期間があるケースや、第2号被保険者だけど、夫の厚生年金記録よりずっと少ないといったケースは、双方の合意または裁判手続きにより、半分ずつなど安分割合を決めることができます。こちらは婚姻期間全体の年金記録が対象という点に要注目です。やはり、離婚した日の翌日から2年以内に請求手続きをする必要があります。分割するといえば、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産については、離婚時に公平に分けることとされています。とはいえ、年金分割や財産分与もすんなり話がまとまらないかもしれません。弁護士など法律の専門家の知恵が必要なこともあるので、自治体の法律相談や地域の弁護士会の電話相談など、利用できそうな相談先を見つけておきましょう。働く時間を増やして収入アップを、年金分割や財産分与が期待できるとはいえ、離婚後の生計を立てていくためにも、自身の収入がなるべく多くあった方がいいのは当然です。100年人生を見越して70歳まで働ける環境が整いつつある昨今、できるだけ長く働いて収入を得られる道を探っていきたいものです。2016年10月から段階的に、パートやアルバイトなど短時間労働者に対する社会保険・健康保険、厚生年金の適用が拡大されています。週の労働時間が20時間以上で月収8万8000円以上といった要件を満たす短時間労働者は、勤め先の規模により社会保険に加入することになりました。いわゆる106万円の壁、すでに勤め先が対象となり、働く時間の調整にロックしている方もおられるのではないでしょうか。今年の10月には、企業規模が現在の被保険者数101人以上から51人以上となり、さらに適用拡大されます。今まで払わずに済んだ社会保険料がかかることで、手取り収入が減るとネガティブに捉えられがちです。しかし、厚生年金保険料を払うということは、将来受け取る年金額を増やすことにつながります。生きている限り受け取れる公的年金は、民間の年金商品では真似できないメリットがあるものです。また、健康保険に加入することで、傷病手当金という病気、怪我で療養することになった場合の収入保障も得られます。年齢が上がると健康不安も増しますが、保障が手厚くなり安心して働き続けられるでしょう。離婚するにしてもしないにしても、収入アップはそのまま老後の安心につながるわけですから、思い切って働く時間を増やすことを提案したいと思います。収入アップと支出の見直しで資金を捻出。さて、いよいよ CNISA をどう活用して離婚に備えるかを解説していきたいと思います。といっても、資金作りの基本的な考え方は、離婚するしないに関わらず同じです。CNISA ブームに踊らされると痛い目に遭う元本割れリスクを負わずに増やしたい人にプロが勧める金融商品と CNISA 窓口で相談したいから、銀行では危険すぎるバブル崩壊を経験した専門家から投資初心者への助言も合わせてお読みいただきたいですが、老後に備える資金作りに絞ってもう少し詳しく見ていきましょう。老後資金準備を進めたいけど、現在の家計や目前のライフプランへの支出で手一杯という方も、無理のない金額で少しずつでもスタートすることです。その資金を捻出するためには、収入アップを目指すか、支出を減らすか、方法は2つしかありません。前述のように収入アップもお勧めしたいですが、同時に支出の見直しをぜひ検討しましょう。物価が上がってきた中、日常の生活費の見直しには限界があるものの、極力無駄な買い物は避けましょう。そのためにも毎月の予算を決めておくことが大切です。決まった予算の範囲内で使う癖をつけておくことは、後々お一人様老後を迎えた時にも生きてきます。収入が公的年金だけになった時、支出をうまくコントロールすることで、大きな赤字を出さずに済むからです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。